行銀河物語、急行列車銀河、東京大阪を結ぶ近代急行として君臨しました。列車の性格に高貴な生まれというものがあるとすれば、間違いなく銀河は高貴な生まれでした。戦前の夜の社交場としての性格を持っていた10号、16列車の流れを組む列車でした。新幹線開業後は一時期脱ぎ車主体の輸送力列車として落ちぶれたようになりましたが、最初に20系寝台客車に置き換えるなど、一流として恥ずかしくない列車として君臨した急行銀河の話をさせていただこうと思います。急行銀河物語第1話、はじめに。急行銀河の歴史は戦前に東京から神戸間に運転された外国航路連絡の使命を持つ17、18列車まで遡ることができます。戦後昭和24年には列車番号こそ15、16列車と変化はあったものの、1等、2等のみで編成された特別列車として復活。堂々と銀河という愛称を与えられ、当時の特急列車と同じアンドン式のテールサインを最後尾につけて運転を開始したのですが、2等車でも3割の乗車率、1等に至ってはお話の他となってしまうと、さすがにそのままとしておくわけにもいかず、この戦前並みの豪華編成も9日のみの点火で終わり、10日目には3等車を連結した一般急行並みの列車となってしまいました。その後も曲折はありましたが、2008年の廃止まで一度も途切れることなく、東海道線の花として活躍を続けた列車でした。特急扱いに準じた名門、急行誕生。急行銀河は国鉄が誕生した昭和24年9月15日の改正で、特急平和などとともに誕生した急行列車でした。当時、急行列車に愛称がつくといったことはなく、以前に臨時急行で流星という列車名が使われたという記録もあるようですが、正式に国鉄で急行に愛称をつけたのはこの列車が最初でした。特に銀河は3等級時代にあって1等2等のみで編成されているという豪華な列車であり、戦前に運転されていた名刺列車と呼ばれた列車の流れを組むものでした。名刺列車の話は次回以降に詳しくお話をさせていただきます。運転開始当初、銀河は電室寝台、それも1等2等寝台のみの7両編成で、最後尾には現在の銀河のテールマークの原型となったテールサインが取り付けられたのです。しかし、昭和24年当時は戦争の混乱が続いており、一般庶民は固い向かい合わせの座席に窮屈な思いで一夜を過ごすのに対し、ほとんど乗客のないガラガラの列車が東京から大阪に、はたまた大阪から東京に走るというのはあまりにも効率が悪く、運転開始からわずか9日間で3等車を連携することが決定。その際、せっかく作ったテールマークも外されることとなり、長らく品川客車区の倉庫の片隅に置かれていたそうですが、いつかそれも消えてしまいました。そんなわけで、名刺列車の流れを組む10号、16列車は運転開始から10日後には3等が連結され、いかのような編成になりました。昭和25年には13、14列車に変更されていますけども、ここは割愛させていただきます。1等脱ぎ車が2両、2等脱ぎ車が3両、3等脱ぎ車が8両、荷物車が1両。各等急行となり、同時期に誕生した10号、16列車と遜色のない編成となってしまいました。ちなみに1等寝台車の方は、マイネ40型。で、ロネが2等寝台車のマロネ39型。ローが2等脱ぎ車ということで、スロ60という特別2等車ですね。それと、もう一つは波路と呼ばれた車両のです。あと、は3等脱ぎ車というね、塩梅でした。8両の脱ぎ車を連結して一般列車と同じ扱いになってしまった銀河ですが、これは当時の流れとしてはやむを得なかったのかもしれません。翌年の昭和25年には他の急行列車にも積極的に愛称をつけることとなり、11、12列車、9、13、14列車に明星、15、16列車、9、17、18列車に彗星の愛称を与えました。さらに昭和28年の改正では新たに月光が誕生しています。彗星の脱落と復活。昭和31年11月19日の東海道本線全線電化完成では、それまで並結運転だった出雲が単独運転となったことから、定期列車の一本が不定期にされることになり、彗星が不定期列車に格下げされることとなりました。反面、銀河は彗星が持っていた21発というゴールデンタイムを獲得。さらに、翌昭和32年には連合軍から返還されたマロネ49、
旧マイネ39区分室5室、2人用3室、4人用2室を設備するほか、貴賓客用に特別室が設置された超豪華車両が連結されました。しかし、昭和30年10月の改正で、水星は再び復活することとなり、戦後初の寝台専用列車として、最後尾の座席車以外、11両すべてが寝台車という編成が誕生しました。この際、マルネ49も水星に召し上げられてしまいました。さらに、水星は昭和37年、夜行列車専用ビュッフェが連携されると、など、さらに充実されていくことになりました。水星に先を越されてしまった急行銀河ですが、遅ればせながら昭和36年10月の改正で寝台専用列車化されることになりました。この背景には、昭和35年6月の改正で、153系電車による夜行電車として臨時電車の播磨、東京発姫路行き、19時30分発、姫路8時40分が誕生したほか、昭和36年3月の改正では、定期の電車急行、近世が誕生して、輸送力列車、大量に旅客を運ぶ列車としては、電車列車という方向が決定されたことが大きかったと言われています。これにより、急速に寝台専用列車が進むこととなり、連日の昭和35年6月の改正では、明星が一足先に寝台専用列車化され、マイネ40が連携され、銀河よりも後から誕生した列車の方が豪華な設備を持つという逆転現象が起こってしまいました。新幹線開業前の最後の輝き、東海道夜行七人衆。昭和37年の全盛期には、銀河をはじめとして、明星、水星、暁、金星、スバル、淀といった多くの夜行列車が運転されていました。昭和38年には、東京から大阪間のみを運転する寝台専用列車、寝台車を主体に編成された列車は、銀河、明星、水星、月光、金星、暁、スバルとなり、東海道寝台急行七人衆と呼ばれたそうです。なお、明日は新幹線開業後の銀河とその仲間たちについてお話をさせてあげたいと思います。